今日は。やっと終わった。お疲れ。今日めっちゃ長かったよね。本当に。でもさ、今日は花金だから。そう、花金。最高の響きだよね、花金って。なんか聞くだけでテンション上がらない？花金。上がる上がる。でも皆さんは花金って知ってる？そっか。ちょっと説明しておこうか。花金は花の金曜日を短くした言葉で花金って読むんだよね。金曜日の夜、翌日を気にしないで思いっきり楽しめる日みたいな意味で。そう、その開放感を表した言葉が花金なんだよね。皆さんの国にも似た感覚あるかな？今日はこの花金という言葉を通して日本語と日本の文化をちょっと深掘りしていくよ。では、レッツゴー。花金っていつからある言葉か知ってる？最近の言葉じゃないよね、多分。正解。実は結構古い言葉で、1980年代、昭和の終わり頃に生まれたって言われてるんだよ。昭和、それはびっくり。じゃあ、もともとはどんな字を書いてたの？もともとは花の字で花金って書いてたんだよね。花の金曜日の略。今は華やかの花の字を使うことが多いけど、元は花だったんだ。そう、読み方も意味も同じなんだけど、花の方がちょっとキラキラした感じがするよね。確かに、花金より花金の方が、なんか、豪華が感じがする。そうなんだよ。だから今は SNS とかでは花金って書く人が多い。じゃあなんで80年代にこの言葉が生まれたの？それがね、その頃に週休2日制が広まったんだよ。つまり土曜日もお休みになる会社が増えてきたってこと。それまでは土曜も仕事だったの。そう。昔は土曜日も半日仕事とかが多かったんだよね。だから土曜が休みになった瞬間、金曜の夜が完全な自由時間になったわけ。なるほど。だから花の金曜日って言われるようになったんだ。そういうこと。翌日を気にしないで夜遅くまで楽しめる日ってニュアンスが生まれたんだよね。でもさ、ちょっと思ったんだけど。花金、かな金、農残業デイ、定時ダッシュ。日本人って大金に名前つけるの好きだよね。言われてみたら確かに、なんでだろう。定時ダッシュって定時、つまり決まった時間にダッシュで帰るってこと？そう。定時になった瞬間にすぐ帰る人のことを定時ダッシュって言うんだよ。なんかこそこそ帰る感じが漂うよね。こそこそ。農残業デイは？会社が今日は残業なしにしようって決める日のこと。週に1回とか。でもさ、それって普通に考えたら毎日そうじゃない？決まった時間に帰っていいはずなのに、わざわざ今日はいいよって言われないと帰れないみたいな。そこだよね。ちょっと切ないよね、正直。でも名前がつくと急に楽しくなるんだよね、なぜか。花金だっていうだけでテンション上がるし。そう。定時で帰るより定時ダッシュするっていう方がなんかかっこいい感じさえする。日本語のラベリング文化面白いよね。皆さんの国だと仕事終わりに特別な名前はあるかな？英語だと TGIF、Thank God It's Friday ってあるよね。そっか。日本だけじゃないんだ。金曜日に特別な名前をつけるの。神様、今日は金曜日だよ、ありがとうみたいな気持ち、万国共通なんだよ。でさ、花金って言葉一時期あんまり使われなくなってたらしいんだよね。そうなの？バブルが終わってからしばらくは花金も死語みたいになってたって。死語。つまり誰も使わなくなった言葉ってこと？そう。でも最近また SNS で花金って言葉が広まってきて、TikTok とかインスタとかで。なんか面白い。昭和の言葉が令和で復活したんだ。しかも使い方がちょっと変わってきてさ、昔はみんなで飲みに行く、豪遊するみたいな感じだったけど、今はちょっといいコーヒー買って帰るとか、一人で映画見るとか、自分へのご褒美的な感じが多い。確かに。ハッシュタグ花金ってつけてる投稿、そういうの多いよね。豪遊よりまったり自分時間って感じに変わったんだよね。時代の変化が言葉の使い方に出てくるの面白いよね。ねえ、みさきの理想の花金って何？私？まず仕事終わってちょっといいパン屋でパン買って帰るの。パンなんかいつもは行けないちょっと高めのパン屋さんに今日は花金だしって理由つけて入れるじゃない。わかる。平日にしか空いてない系のやつ。そう。そしてそのパンをお供に好きなドラマを一気見する。それが最高。のぞみは？私はね、友達と待ち合わせして、ちょっとおしゃれなバルとかに行くのが好き。バル？スペインバルとか？そう。ワインとおつまみで今週あったこと全部喋る。最高な発散になるんだよね。わかる。誰かと喋るだけでなんか週の疲れがスーッと消える感じあるよね。ねえ、皆さんはどんな花金の過ごし方かな？一人派？友達と派？
家でゆっくり派も絶対いるよね。自分だけの時間って贅沢だよね。あと、花金と切り離せないのが土曜日の朝じゃない？わかる。土曜日の朝ってなんか特別だよね。目が覚めた瞬間、あ、今日土曜だってなる時のあの感じ。そのままぬくぬくしていられる感じ。起きなきゃじゃなくて、もう少しだけって二度寝できる朝。二度寝。日本語のいい表現だよね。一回起きてからまた寝るってそのままの意味なんだけど。しかも二度寝ってちょっと罪悪感があるから気持ちいいんだよね。本当にいけないけど最高って感じ。皆さんも土曜日の朝二度寝しちゃったりする？花金の夜に楽しんで土曜の朝をゆっくり迎える。これがセットなんだよね。ちょっと花金あるある話そうよ。いいね。退勤の瞬間、歩くスピードが上がる。わかる。なんか自然に足が速くなってる。あと、コンビニでちょっとだけ奮発する。いつもは買わないスイーツとか。今日は花金だしって心の中で言い訳しながら買う。それ、花金だからってあらゆる出費の言い訳になる。友達から今夜どうってメッセージが来て、いつもより即答する。平日だったら、どうしようかなってなるのに、花金だったら、行くって。あと、帰り道の BGM が何を選んでも名曲に聞こえる。わかりすぎる。なんか開放感で全部よく聞こえる。今日は花金という言葉を通していろんな話をしたね。昭和に生まれた言葉が令和の SNS 世代に復活して、でも意味がちょっと変わってきている。みんなで豪遊から自分へのご褒美へ。時代が変わると言葉の使い方も変わるんだよね。そして大金に名前をつけてしまう日本人の可愛い切なさも。かわいい切なさ、気に入った。皆さん、今週の花金はどんな夜を過ごしましたか？ぜひコメントで教えてね。どんな花金の過ごし方でも大歓迎。一人派もみんな派もぐっすり寝ちゃった派も今日も聞いてくれてありがとうございました。良い週末を。またねー。